たたり神伊野笹王。大和の国天ヶ瀬に伊庭兵庫という武士がいた。この兵庫は鉄砲が得意で、毎日のように猟に出かけ、鹿、熊、イノシシなど多くの獲物を飼っていた。その日も兵庫は犬を連れ狩りに出かけた。尾羽峰峠の奥へ奥へと分け入り、獲物を探していると、突然犬がけたたましく吠え立てた。兵庫は犬の吠える先に鉄砲を構えた。すると熊笹の藪がガサガサっと大きく揺れた。しかし藪はその藪を揺らしているのではなかった。その藪が茂る小山ごとのっしのっしと音を立てて動いていたのだ。兵庫は目を凝らしよくよく見ると、それは熊笹を背中一面に茂らせた大イノシシであった。閉めたとばかり兵庫は狙いを定め、鉄砲を放った。弾は大イノシシの足を貫いた。兵庫は間髪入れずに2発目の鉄砲を放った。うなりを上げて燃える鉄の弾は大イノシシの目を貫いた。大イノシシは音を立てて崩れ落ち、地の底に響くようなうなり声を上げると、ゆっくりと力を失い息絶えた。それから数日後、紀州の湯の峰温泉に傷を負った野武が湯治にやってきた。野武は宿に着くなり主人を呼びつけ、しばらく湯治をするつもりだが、わしの部屋に入ったり覗いたりするではないぞ、と言いつけた。宿の主人は他の客と同じように野武を部屋へ丁重に案内した。主人は内心野武を恐れていたが、その素性が気になって仕方がなかった。ふと野武の履いていた草履が目に留まると、その草履は藤づるで編んである異様に大きく変な形の草履だった。主人の好奇心は止まらなかった。主人は空が白み始める夜明けを待ち、恐る恐る野武の寝ている部屋を覗いた。すると部屋の中には背中一面に熊笹を茂らせた大きなイノシシが眠っていた。主人は驚き、思わずあっと声を立ててしまった。その声に目を覚ました大イノシシは、姿を見られては仕方がない。わしは伊庭兵庫に殺された伊野笹王だ。兵庫は恐ろしくないが、あいつの持っている鉄砲と犬が邪魔だ。なんとか取り上げろ。さもなければ村をたたり村人に仇をなすぞ。と語り姿を消した。
主人は恐れおののき、早速役人に訴え出た。役人もすぐにその旨を兵庫に伝えたが、もののけに脅されて鉄砲を取り上げられたとあっては武士の名が廃ると頑として受け付けなかった。しばらくすると恐ろしいもののけの噂が立ち始めた。尾羽峰峠に一本足の鬼が現れ、村人や旅人を捕らえては食らっているというのである。村人は殺された猪笹王のもののけがたたり、鬼に化けて人を食らっているに違いない。恐ろしや恐ろしやと噂し、村人や旅人誰もその峠を通らなくなった。そのために吉野と熊野を結ぶ東熊野街道はすっかり寂れてしまった。そんなある日、丹精上人という高僧が尾羽峰峠を訪れ、寂れた街道を目の当たりにし、村人にその訳を尋ねた。村人がその経緯について話すと、丹精は猪笹王の封印を約束した。丹精はそこに日切地蔵をお迎えし、経文を埋めて祈祷した。この日切地蔵は火を限って祈願すると願いが叶うと言われるお地蔵様で、丹精は年に一日だけ日を限り自由にすることを条件とし、猪笹王の封印に成功した。そして尾羽峰峠には人の往来が戻ってきた。この猪笹王のもののけ一本足の鬼は一本だたらとも呼ばれ、村人は年に一度その封印の解ける12月20日を果ての20日と言い恐れた。現在もなお火を限り猪笹王を封印し続けるこの地蔵尊は尾羽峰峠にひっそりと祀られている。